シュータとユミのジャパニーズポッドキャスト。こんにちは。こんばんは。シュータです。ユミです。このチャンネルは日本語の勉強のためのポッドキャストです。レベルに合わせた動画を作っています。日本のことや私たちの日常会話、お話の朗読など様々なことを日本語で話しています。今日のお話はブレーメンの音楽隊です。ドイツのグリム兄弟によって書かれた有名な童話の一つです。今回は初級者から中級者向けにゆっくり読んでいます。それではお聞きください。昔々、ある人が一匹のロバを飼っていました。ロバは働き者でしたが、年をとって力がなくなったので仕事ができなくなってしまいました。そこで主人はロバに餌をあげなくなりました。ロバはすぐに主人の家から逃げ出しました。そしてブレーメンという町に向かって歩いて行きました。その町に行けば、町の音楽隊に雇ってもらえるかもしれないと思ったからです。しばらく行くと、疲れ果てた一匹の犬が道に寝転がっていました。おい、とても疲れているみたいだけど、どうしたんだい？ロバの言葉に犬が答えました。いやー、実はね、俺もすっかり年を取ってしまって、体がどんどん弱くなってきたんだ。狩りに出かけても、昔みたいに獲物を捕まえられない。だから主人が俺を殺そうとしているんだ。それで俺は慌てて逃げ出してきたってわけなんだ。さて、これから先どうしたらいいんだろうな。じゃあ、こうしたらどう？とロバは言いました。俺はこれからブレーメンという町に行って、あの町の音楽家になろうと思っているところなんだ。君も一緒に行って音楽隊に雇ってもらったらどうだい？俺はギターを弾くから、君は太鼓を叩きなよ。それを聞いて、犬はとても喜びました。こうして2匹は一緒に出かけました。少し歩くと、一匹の猫が道端に座っていました。猫は3日間ずっと雨が降っている日のような悲しい顔をしていました。おや、猫のおばあさん、どうしてそんなに困っているの？とロバが聞きました。私はこの通り年を取ってしまったし、歯も弱くなった。それにもうネズミを追いかけるよりも、ストーブの後ろに座って喉をゴロゴロさせている方が好きなのさ。でもそんな風にしていたら、うちの主人は私を川へ落とそうとしたんだよ。だから私は慌てて家を出てきたんだ。でも私には知恵もないし、これからどこへ行ったらいいんだろうね。じゃあ俺たちと一緒にブレーメンへ行こうよ。お前さんはいい声で泣いているから、きっと町の音楽隊に雇ってもらえるよ。猫はそれはいい考えだと思ったので、みんなと一緒に出かけました。家を逃げ出してきた3匹は、やがて大きな家の近くを通りかかりました。すると門の上に1羽のオンドリが止まっていて、大きな声で叫んでいました。君の声は腹の底までジーンと響くようだね。一体どうしたんだい？とロバが聞きました。なーに、いい天気だと知らせているところさ。とオンドリは答えました。何しろ今日は聖母様の日だろう？聖母様が幼子キリスト様の肌着を洗濯して乾かす日だからね。でね、明日の日曜日には
お客さんがたくさん来るんだ。それでね、ひどいおかみさんが僕をスープにして食べてしまえって料理番の女に言ったんだよ。だから僕は今夜首を切られてしまうんだ。それでせめて声が出せる今のうちにと思って喉が壊れるくらい泣いているところさ。おいおい、何を言っているんだ、とロバが言いました。殺されるのがわかっているのに、なんで逃げ出さないんだ。いや、それより、俺たちと一緒に行こうよ。俺たちはブレーメンという町へ行くところなんだ。死ぬよりもっといいことがあるはずさ。それに、君はいい声だ。俺たちが一緒に音楽をやったら、きっと素晴らしいよ。オンドリはそれを聞いて、それはいいなと思いました。こうして4匹揃って出かけました。でもブレーメンは遠くて、1日ではとても行けません。夕方になって4匹は森の中で夜を過ごすことにしました。ロバと犬は大きな木の下でゴロンと横になりました。猫とオンドリは木の枝に登りました。木の一番上を寝る場所に決めたオンドリは、ふと遠くの方に火がゆらゆらしているのを見つけました。それでみんなに声をかけて、そんなに遠くないところに家があると言いました。それじゃあそこへ行くとしよう。ここではあまりよく眠れそうにないからね、とロバが言いました。そして4匹は明るい明かりがついている家の前までやってきました。一番背の高いロバが窓のそばへ行って中を覗いてみました。中に何が見えるの？とオンドリが聞きました。何が見えるかってこれはすごい。美味しそうな食べ物や飲み物がテーブルの上にたくさん並んでいるんだ。そしてその周りに泥棒たちが座っているぞ。食べ物か。それを食べたいね。とオンドリが言いました。そこで動物たちは泥棒を追い払うにはどうしたらいいだろうかと相談をし始めました。そしていろいろ相談をした結果、いいアイデアが見つかりました。まずロバが前足を窓にかけて、犬がロバの背中に飛び乗りました。その上に猫が乗って、最後にオンドリが猫の頭の上に止まりました。準備ができると、みんなは一緒に大きな声で泣き始めました。ロバはヒヒーン、犬はワンワン、猫はニャーニャー、オンドリはコケコッコーと泣きました。それから窓を突き破って4匹が一緒に部屋の中へ飛び込みました。泥棒たちはびっくりして飛び上がりました。お化けが飛び込んできたに違いないと思ったのです。みんなは震え上がって森の中へ一目散に逃げていきました。よしよし、うまくいった。さあごちそうを食べよう。4匹はテーブルについて残っていたごちそうを美味しそうに食べました。お腹がはち切れそうなくらいいっぱい食べました。4匹はごちそうを食べ終わると家の明かりを消してそれぞれ寝やすい場所を探しました。ロバは藁が積まれてある上に、犬はドアの後ろに、猫はかまどの上の暖かい灰のそばに、オンドリは天井の木の上に。みんなとても疲れていたので、すぐにぐっすりと眠ってしまいました。そして真夜中になって、泥棒たちが家に帰ってきました。変だな、とても静かだ。もうお化けはいなくなったのかもしれない。そこで泥棒のリーダーが手下の一人に、
様子を見に行かせました。手下が家の中に入ってみると、家の中はシーンと静まり返っています。そこで台所に入って明かりをつけようとしました。ところがその時、泥棒の男は暗闇で光っている猫の目を火だと勘違いして、その目にマッチを押し付けてしまいました。びっくりした猫は泥棒の顔を思いっきり引っかきました。泥棒はびっくりして裏口から逃げようとしました。ところがそこに寝ていた犬の尻尾を踏んでしまったので、犬に足をがぶりと噛まれてしまいました。ますます慌てた泥棒は庭へ飛び出して藁の近くを走ろうとしたときに、今度はロバに蹴飛ばされてしまいました。おまけにおんどりもこの騒ぎに目を覚まして、コケコッコーと叫びながら泥棒の頭をくちばしでつつきました。泥棒はボロボロになって、やっとのことでリーダーのところへ逃げ帰りました。リーダー、あの家には恐ろしい魔女がいます。いきなりあっしに息を吹きかけてきて、長い指であっしの顔をひっかいたんです。ドアの前には男がいて、ナイフをあっしの足に突き刺しました。庭には黒い怪物が寝ていて、棍棒であっしを殴ったんです。おまけに屋根には裁判官がいて、その悪者を連れてこいと叫びながら頭にペンを刺しました。とにかくあっしはすごく怖くなって逃げてきました。その話を聞いた泥棒たちは二度とこの家には近づきませんでした。一方、4匹の動物たちはこの家がとても気に入ってしまい、ブレーメンには行かずにこの家でずっと幸せに暮らしました。おしまい。グッドボタンやチャンネル登録をお願いします。これからも一緒に日本語の勉強を楽しんでいきましょう。最後まで聞いていただきありがとうございました。またね。バイバイ。